皆さんこんにちは、ガジログです。今回はカシオの G-SHOCK から GPR-H1000 という新しいレンジマンシリーズが発表されました。まだ記憶に新しい DW-H5600 伝統の角型 G-SHOCK にスマートウォッチ機能が搭載されたということで、以前レビューを出していますけども、全く違うシリーズになりますけども、同じく G-SHOCK ということで非常に期待が持てる一台となっています。外観とか見た感じで違うというのは当然なんですけども、その他含めましてスマートウォッチ機能としてどんな点が違うのか、スペックを見ていきたいと思います。ということで、カシオ公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。では本日も行ってみましょう。ということで、マスターオブ G ランドと書いてありますが、レンジマンシリーズですね。主にですね、過酷な環境下での使用を想定した G-SHOCK のマスターオブ G シリーズのレンジマンということです。まずデザインをざっと見ていきたいと思いますが、このパッと見のデザイン、武骨でかっこいいなという一言ですね。こういったタフネスウォッチ系っていうのはスマートウォッチでもたくさんあるんですが、やはりね、G-SHOCK っていうのはもう伝統的にこのラインナップずっとやってきているのもありまして、ここの部分の金属感、本当に頑丈だなというのがよくわかります。ボタン類やまたセンサー類を含めましてトータルでよくデザインされていることがわかります。そしてこのディスプレイを見ていますと、おなじみの MIP 液晶が搭載されています。このディスプレイの中に含まれている機能を含めまして、では見ていきたいと思います。まずこのモデルの主な特徴としましては、衝撃に強いということで耐衝撃性能ですね。そして20気圧防水となっています。さらにソーラー駆動ということでソーラーパネルが搭載していますので、 USB 充電とともに太陽光でも充電が可能となっています。そして設定がスマートフォンとできるとありますが、カシオウォッチーズというアプリを使いましてスマートウォッチ機能をこのアプリから設定することができます。そして気圧と高度がわかるということで、これもね DW-H5600 にはない機能ですね。ということで今並べてみましたが、左側が今回の GPR-H1000 になりまして、右側が G-SQUAD シリーズ DW-H5600 の使用データになっています。ではどういった点が違うのか見ていきたいと思います。最初にメーカー希望小売価格になりますが、もう出ていますね。税込みで66,000円ということで結構ないいお値段ですね。ただ G-SHOCK って意外と高いラインナップも多いので、この価格は決して高いっていう部類にはなっていないと思います。ちなみに DW-H5600 はメーカー希望価格が 41,800 円。今 Amazon 等で販売されているのは 36,000 円とか 37,000 円ぐらいで売られていますので、だいぶね、やっぱり実際はこれよりも下がるんじゃないかなという気はします。ですので Amazon で今後出てくるとしましては6万円台前半か5万円台後半という感じかもしれませんね。そして次に重さになりますけども 92g ということでやや重めという感じですね。高級時計とかでよくあるようなずっしりとした感じはあると思います。それに対しまして DW-H5600 は 59g と結構軽量な感じがしますね。そして次に構造の部分見ていただきますと、今回のレンジマンは耐衝撃構造とともに防塵と防泥に対応しています。先ほどありましたけどね、過酷な環境で使うことができるというモデルとなっています。そしてここ目玉機能かもしれませんね。 GPS が内蔵されています。これは DW-H5600 にはなかった機能ですね。これがついていることによって屋外のワークアウトする際にランニングやウォーキングやサイクリングで走ったところや歩いたところを走行の軌跡を見ることができます。正確な距離もわかるわけですね。そして使用電源と電池寿命と書いてありますが、ソーラー充電システムに対応しています。 DW-H5600 もそうなんですけども、やはり、太陽光で充電できるのはいいですね。ただ必ずしもこのソーラー充電だけでスマートウォッチの機能を含めましてずっとね USB 充電なしでも動くかというとそういうわけではなく、あくまで補足的な充電システムになっています。ちなみに駆動時間に関して横並びにしてみましたけども、今回の GPR-H1000 は GPS と心拍測定をオンにした状態で使った場合のバッテリー駆動ですね。ランニングやウォーキング、バイクですね、使った場合の駆動時間になりますが、ハイ、ノーマル、ロングとありますが、最大で19時間ほど持つということになります。それに対しまして G-SQUAD DW-H5600 は GPS はついていないので、心拍測定のみの使った場合ですね、約35時間ということでね、倍まではいきませんけども、やはり GPS が相当バッテリー消費に影響を及ぼすってことがよくわかります。そしてウォッチモードで心拍計をオフにした場合、約2ヶ月とね、強烈なバッテリー持ちになっていますね。事実上スマートウォッチとしての機能は極力抑えられるわけですけども、その場合2ヶ月ぐらい。そしてパワーセービングモードだとね、なんと23ヶ月間、こういったモデル
デル購入するのであれば、やはり GPS 重視しているということですので、実際のところはね、毎日運動するのであれば、1日ごとに充電というのは必要になるかもしれません。それに対しまして、DWH5600 は GPS ついていませんので、2日に1回ぐらいかなという感じですね。もちろんソーラー充電もありますので、若干ね、前後するんじゃないかなと思います。そしてさらに違う点になりますが、今回の GPR-H1000 にはなんと6つのセンサーが搭載されていまして、光学式の心拍センサーがついています。そして加速度センサー、ジャイロセンサー、磁気センサー、圧力センサー、温度センサーというね、6つが搭載されています。これすごいですね。加えて潮の干満を示す帯同グラフも搭載されています。これがありますと潮の満ち引きっていうのが分かると便利じゃないかなと思います。そしてモバイルリンクアプリ連携機能とありますが、先ほどもお伝えしましたようにカシオウォッチーズというアプリをインストールしておくとペアリングして様々な設定ができるようになります。その中の便利機能としましては、スマホに来た通知を G-SHOCK 側で通知を受けることができるようになります。電話の着信やメールの受信、SNS の新着やカレンダー通知とかね、カシオウォッチーズ経由で G-SHOCK に通知が来る機能、やはりスマートウォッチだなという感じはしますね。そしてライフログデータとありますが、その歩数計の機能ももちろんついていますし、さらにヘルスケア関連としましては睡眠計測のデータを見ることができます。ただここまでね、さすがに大きいボディになっているので、これを装着したまま寝るっていうのはなかなか厳しいのかなっていう気はしますね。こちらの DWH5600 でもなかなか大きいなっていう気がしましたので、さらにボディが大きくなっていますので、睡眠測定取るのはこれは結構難易度高いのかなと思います。その他の機能としましては DWH5600 の機能を踏襲していまして、ワークアウトで取得されたデータはポラール社の技術を使った解析する機能がついていますね。カーディオ負荷ステータスやエナジーユーズをですね、三大栄養素別消費エネルギー分析、またナイトリーリチャージ、呼吸エクササイズですね、また血中酸素レベルの測定もできるようになっています。そして非常に細かい部分になりますが、このスマートアラーム機能もしっかり入っていまして、アラームセットをした時刻の何分か前に眠りの浅いタイミングで起こしてくれる機能っていうのがね、入っているのもこのあたりも嬉しいですね。ちなみに Amazon を見てみましたら、やはり出ていましたね。価格が 59,400 円となっていました。6万円切っていますね。これはちょっと触手が動くのかなという感じはします。というわけで今回 G-SHOCK のレンジマンシリーズの GPR-H1000 というモデルをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。スペックを見るとね、本当にモリモリになっていまして、スマートウォッチとして見るとちょっとね、見劣りする部分ももちろんあるんですけど、 G-SHOCK として見た方がいいのかなと思います。これまでの伝統で鍛えられた機能の上にスマートウォッチ機能がさらに追加され、しかも GPS が内蔵ということでね、よりスマートウォッチ化してきたっていうのがやっぱりね、大きな一歩をまた踏み出しているのかなと思います。この動画良かったよということであれば高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。